インスタ 360 エースプロが発売されて約1年が経過しました。フリップ式のスクリーンや 8K の映像画質、低照度での撮影は本当に優秀で素晴らしい画質を実現します。ただ操作面が少し使いづらかった印象があります。ディスプレイやメニュー画面の解像感が悪く、バッテリーのパーセント表示ができません。新しく登場した S Pro 2はどれぐらい改善したのか確認していきましょう。ということで、どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃじゃん、こっちがね、AS Pro 1の方ですね。で、こっちが AS Pro 2という風になっております。今回の AS Pro 2ね、かなり進化してるんですけど、一番ね、僕がすごく気に入ってるのが音声です。オーディオ品質がめちゃくちゃ良くなってて、実はオープニングと今喋ってるこの声、全て AS Pro 2で撮影を収録をしておりました。どうですか？めちゃくちゃ綺麗なんじゃないかなというふうに思います。これがね、内蔵マイクですから、この音声をもうすぐにね、サクッと撮ることができるので、僕ここのね、本当に音質に感動しました。はい、このようにですね、まずはね、音声がね、とにかく進化してるので、ちょっとね、それを皆さんに聞いていただきました。で、今回のね、この AS Pro 2をね、ちょっとね、1ヶ月もないか2、3週間ほどね、たっぷりと使用させていただくことができましたので、今回ね、この AS Pro 2について、しっかりとね、レビューを行っていけたらなというふうに思っております。というわけで早速ね、やっていきたいんですけれども、まずはスペックから見ていきましょう。こんな感じです。はい、今回ですね、これらのような進化ポイントがございます。もともとね、AS Pro っていうのは 8K のね、映像撮影、動画撮影がね、できてたんですけども、今回も 8K のね、映像撮影が可能となっております。で、レンズがライカのね、ズマリットレンズになっておりまして、で、少しね、広角のね、視野角がね、広くなったといったところになってきます。で、なんと今回ですね、このレンズのね、ガードをね、外すことができるみたいで、これを取り外して変更ねして、一応ね、取り付けが可能になったりとか、そういったね、こともできるようになっておりますと。で、今回のね、S Pro 2はチップがですね、デュアルチップ、2枚入っているといった形になります。処理能力がね、向上しているね、AI チップになることによって、低照度でのね、撮影であったりとか、画質がね、飛躍的に向上してきたというところになってきます。で、今回このね、マイクの部分がかなり変わってるんですけど、このウィンドガードをね、装着することによって、よりですね、こう、音声をね、クリアにできたりとか、本当にね、音質がめちゃくちゃ良くなってるので、そこがね、大きな進化ポイントですね。で、水中に入れるときは、これをね、取り外してこっちのね、ものに変えてあげて、で、取り付けてあげれば水中でも使えるといった形です。ウィンドガードでね、撮影をするときはね、水中での撮影は推奨されていないので、これはね、ちょっと注意なんですが、一応ね、取り外し可能で、はい、変えることもできるようになっています。で、両方ともね、2.5 インチのね、フリップ式タッチスクリーンという風になっておりまして、AS Pro 2は12メートルのね、防水性能があると、ハウジングなしでここまでね、防水ができるといった形になっています。で、画質面で言うと、4K60 フレームのピュアビデオモードに対応しました。AS Pro にはね、ピュアビデオモードっていう夜間でのね、撮影時に適した、低照度でのね、撮影をより綺麗にしていくピュアビデオモードっていうのがあるんですが、これがね、今までは 4K30 までだったのに対し、今回からね、4K60 フレームに対応したので、ピュアビデオモードでもスローモーションがね、撮影できるといった形になっています。で、あと同様にアクティブ HDR、はい、HDR 撮影時にも 4K60 フレームにもね、対応していますので、4K60 のね、ところが意外とね、進化しているといったところになってきます。で、写真性能が50メガピクセル、5000万画素になっていますので、若干ね、ここはね、進化しているといったところですね。はい、ということで、大まかにね、スペックを紹介させていただいたんですけど、では、ここからは細かくね、一つ一つ、詳細をね、見ていけたらなというふうに思っております。まずは、なんといっても画質ですよね。そう、画質がね、結構良かった。本当にね、良かったです、今回の画質。もともと AS Pro 画質すごく良くて、8K でね、一応撮影できるので、アクションカメラの中では、とにかくね、一番綺麗と言えるぐらいのね、本当に解像感っていうのはね、すごくありますと。で、今回も 8K で撮影をすることができますし、めちゃめちゃね、8K のね、映像っていうのは、今ご覧いただいていると思うんですけれども、すごくね、綺麗なね、仕上がりになってるんじゃないかなというふうに思っておりますと。で、今回ですね、2つのね、カラープロファイルが追加されています。それがですね、ログ撮影とライカカラーになっております。今回からね、待望のね、ログ撮影にね、対応しました。iLog と呼ばれるね、インスタ360さんのね、ログ撮影をすることができるようになりましたので、ログで撮影をしておいて、後からね、カラーグレーディングをね、変更させてるといった形ができるようになりましたので、ここはね、本当に良くなりましたよね。僕もね、これログ撮影めちゃくちゃやって楽しんでみたんですけど、やっぱ全然ね、普通にやっぱ綺麗にね、色入りますし、すごくね、全然扱いやすいね、ログ撮影だったかなというふうに思っております。で、今回ね、撮影してるログ撮影はね、すべてね、僕が販売してるこの AM パワーグレードパックっていうものをね、使っているんですけど、これはね、ダヴィンチリゾルブで、パワーグレードと呼ばれるね、僕がこう、ダヴィンチリゾルブのグレーディング、カラーの色編集っていうものを、より簡単に手軽にね、できるようになった、そのパックを販売してるんですけど、それをね、使っていただくと、より素早
早くよりね、画質を損なわずにね、綺麗にね、変更できるようなね、仕様になっていますので、もしね、ログ撮影の編集がね、あまりね、得意じゃない方、苦手な方でも、すごくいい感じのね、本当に見ていただいているこの映像のように、すごくね、世界観があって、より高品質なね、色味をね、再現できるようになっているので、よかったらね、これもチェックしていただきたいんですけど、要はこういうことができるようになりましたと。で、こういったログ撮影っていうものができるようになったことで、実はね、この動画もこんな感じでね、ログ撮影をしておりますと。で、ログ撮影っていうものを一旦こうやって色をね、綺麗に戻してあげて、そこから自分好みにね、カラーグレーディングをしてあげると。で、実際にね、この映像自体も、このね、僕の AM パワーグレードパックを使って、僕はね、このブルートーンっていうね、ラットっていうものをね、こうオンにしてあげてるんですけど、これが結構ね、ちょっと青みが出てきていて、とかね、めちゃくちゃね、色がね、出るようになってますので、ぜひよかったらね、チェックしてもらいたいんですけど、こういったね、楽しみ方ができると。そういったことがこのログ撮影になってますので、僕たち映像制作者からしたらすごく待望だった ACE Pro 1にはなかったね、本当にね、待望だったね、機能かなというふうに思っております。このようにですね、ログのね、iLog をオンにしてあげることによって、すごくね、色が淡い状態でね、撮影をすることができるようになりますと。ただですね、ちょっとね、ログ撮影時の暗部の部分の、ノイズっていうのがね、特に逆効果だと目立つっていうか、結構ね、ガビガビになっちゃうので、まだ完全体ではないというか、そこまでね、超高品質ないいログっていうような印象は受けなかったんだけど、でもね、一応ログ撮影っていうのができるというところは、すごくね、大幅なアップグレードだというふうに思っております。で、そしてですね、ライカカラーですね、今回ライカの、カラーが2つね、選択をね、できるようになりました。で、このライカカラーが結構良くてですね、ここのね、スタンダードから変更できるんですけど、このライカのナチュラルと、このビビットかな。はい、ここの2つを、選択することができるので、結構ですね、コントラストとか、なんやろな、ディティールみたいな、僕もライカのね、カメラ持ってるんですけど、全く一緒かって言われたらね、ちょっとわからへんねんけど、でもね、こういったプロファイルをね、新たに追加されて、で、このライカカラーを楽しめるっていうのは、インスタ360さんのね、強みではあるのかなというふうに感じますよね。で、この 8K っていうものはね、すごく綺麗だし、めちゃくちゃね、いいなと思うんですけど、ただですね、僕としては 8K よりも 4K の方がね、最適だと思っております。はい。その理由がね、結構いくつかあるんですけれども、このようにね、解像度を変更することができます。で、そもそもこのね、タッチ感度、素晴らしいです。はい。インスタ360さんの商品は、このタッチ感度のこの操作感がすごいサクサクやし、めちゃくちゃレスポンスがいいので、ここね、ほんとストレスなく楽しめるので、これはね、マジで最高です。で、8K のね、僕が最適じゃないなと思う理由が、8K って結構制約が多いんですよね。例えば、8K にすると、このね、HDR、このアクティブ HDR をね、使えないっていうのもあるし、で、さらに 8K だと、このアスペクト比が16対9でしか撮影できないんですよ。一応変更できると思いきや、これ4対3とかにすると 4K になっちゃうみたいな形になっちゃうので、要はそのオープンゲート撮影とか、そういったものができないんですよね。本来ね、この映像とかって16対9で撮られていると思うんですが、センサーのね、全体の部分、3対2のね、比率で収録をね、しておくと。で、それによって横動画にもね、変えやすかったり、縦動画にも変えやすかったり、あたり結構ね、そのリサイズのバリエーションがね、増えるというのが4対3のね、こうメリットであったりするんですよね。こういったこうオープンゲート撮影っていうのが 8K だとできないっていうものになってくるので、僕結構このね、画角がそもそも好きだったりするんですよね。結構このちょっとレトロな感じとか、すごくね、今見ていただけると思うんですけど、すごく雰囲気あるじゃないですか。っていうのが 8K だとできないんですよ。っていうのもちょっとね、煩わしさではありますね。で、一応ね、8K の場合だと、このね、見ていただくと、このログをね、できません。このようにログをね、サポートしないんですよね。なので 8K 自体はね、すごく綺麗なんだけど、ちょっと制約はあるというふうに思ってください。僕的にはもう 4K でいいなっていうふうに思っていて、というのも今回ね、センサーの大きさ自体は 1.3 分の1センサーで変わりはないんですが、今回やっぱりですね、この AI チップがね、2つデュアルに、ね、なってることによって、もうかなりね、もう画質がめちゃくちゃ良くなってるんですよ。本当にノイズ自体もね、すごく軽減されてるような印象がありますし、ログだとちょっと出るんですけど、後で紹介するね、低照度撮影時にもね、結構良くなってますので、4K でも結構十分な印象はありますね。ここぞっていう時は 8K いいんだけど、普段はね、一般的にはね、4K で撮るっていうのが僕はね、結構ベストなのかなと思っております。で、しかもですね、この 8K のおかげで 4K 撮影時にズームができるんですよね。これがね、ACE Pro のね、すごく強いところなんですよ。やっぱ 8K の画素数を持ってるから、こういったね、4K の撮影時に、はい、こう撮影してる時に、ここを押してあげると、ちょっとわかるかな。はい、こっからですね、これを押してあげると、はい、2倍のズームができるんですよね。こんな感じで。
はい、ズームをさせて撮影ができるようになります。なので結構ねアクションカメラってやっぱり広角側のね表現が多いと思うんですけれども、広角だけじゃなくて、多少ねこう寄ってあげた、2倍のズームにした状態で、撮ることができる、これをねクラリティズームと言ったりするんですけれども、画質をね全然落とさずにズームインすることができるので、すごく魅力的なところ 8K のね恩恵だと思います。はい。でそしてですね、そもそも今回 Ace Pro 2のこのディスプレイがね良くなりました。めっちゃ綺麗になりました。僕ねこの Ace Pro に関してはもうめちゃくちゃいいカメラだと思うし、すごくね良かったんやけど、ほんと1個だけもうプレビュー解像度が悪かった。全然違います。これね、ちょっと嬉しいね。そもそものね、このメニュー画面自体も結構ね、デザインもね、両方見やすいんやけど、ちょっとやっぱね、このピクセル感があったりとか、文字自体もね、ちょっともう化けちゃってる感じがするので、この辺のね、はい、質感、このね、ディティールの良くなった具合はね、結構えぐいですね。はい、だいぶと感動するんじゃないかなと思います。で、他にもこのね、Ace Pro 2であれば、ここにね、バッテリーのパーセント表示が追加されました。初代のね、モデルね、これなぜかできなかったんですよ。このね、バッテリーのパーセント表示がね、カメラ内でできなかったので、やっとね、これ対応してくれました。これ結構ね、ありがたいですよね。はい、という感じで、画質のね、向上について、ご理解いただけたかなというふうに思うんですけれども、次は低照度撮影ですね。はい、夜間性能に関してなんですけれども、今回ね、また上がってます。すごいよ、これ。この Ace Pro シリーズは、このね、撮影モードね、これ、ピュアビデオモードにしてあげると、夜間のね、撮影がすごく得意になって、なんかね、肉眼よりもめっちゃ綺麗っていうか、明るく映るんですよね。でそれがね、すごいね、もともとこの Ace Pro からね、良かったんですけど、今回さらにね、良くなってます。両方ともね、ちょっと比較してみたんですけれども、やっぱりこの暗部のね、シャドウの部分のこう回調がね、滑らかになった、両方とも同じ設定なんですけど、明らかにね、ちょっとこう良くなってます。ハイライト部分というか、もともと明るいところはね、そこまでね、差が感じないんですけど、特にこの暗部の部分が、とにかくね、良くなってるような気がしていますね。で、この動画、これね、恵比寿のね、ガーデンプレイスのところなんですけど、これね、分かる方は分かると思うんですけど、ここめちゃくちゃ暗いですよね。夜ね、普通にめっちゃ暗いんやけど、びっくりするぐらい綺麗に撮れてるんですよ。このように、夜にね、撮影するときは絶対ピュアビデオモードにしてください。ピュアビデオモードじゃない、普通の撮影のね、モードにすると、こんな感じなんですよね。これもね、結構世界観があっていいんですけど、全然めちゃくちゃノイズ出てるじゃないですか。なので、普通のね、動画撮影モードよりも、やっぱりね、このもっと暗いシーンでもこれだけ綺麗に映るピュアビデオモードを使っていただければね、めちゃくちゃ綺麗な夜間性能になってますので、これはね、正直驚きました。はい、めちゃくちゃね、交換の性能は良くなってるんじゃないかなと、僕としては一応ね、思っております。はい、で、そして気になる長時間収録ですね。熱停止問題みたいなのがどこまでいくかというところなんですけれども、室内環境20度ぐらいのね、環境で 4K60 フレームの撮影を行いました。で、ビットレートは高いに設定していて、H265 の収録をしております。これでね、計測をしてみたところ、結構ね、高負荷なね、撮影方法にはなるんですけれども、Ace Pro 1、初代のね、方は、熱停止が47分ぐらいのタイミングで起きました。で、Ace Pro 2に関しては1時間2分ぐらいになるので、だいたい15分ぐらいね、こっちの方がね、長く撮影をね、することができましたので、熱停止、長回しみたいなところは、やっぱりね、この Ace Pro 2の方がね、良くなってるんじゃないかなというふうに思います。こういったアクションカメラって、ファイルの分割されて、記録をしていくんですけれども、これがですね、両方とも一緒で、ファイル分割自体は29分59秒で1ファイルという風になっています。なので仕組みとしては30分他の余りみたいな感じになるので、最長のね、1ファイルについて時間が30分が限度になっていますと。で、その30分のデータ量が 4K60 フレームの高ビットレートの H265 で、1ファイル 28.39GB だったので、そこまでめちゃくちゃ重いわけでもないかなと。で、ビットレートを下げてあげれば、もうちょっとね、軽くもできたりするので、大体ね、こんな感じだったので参考程度にしておいてもらえたらなと思っております。はい、というわけで続いてはですね、オーディオの進化なんですけれども、これがね、もう一番今回僕大好き。もうめちゃくちゃ良かったんだけど、もうマイクですよ。マイクがエグ進化しちゃった。そもそもね、このマイクのね、部分が違いますよね。で、これスライドすると撮ることができますと。で、これね、ちょっと見るとわかるんですけど、ウィンドジャワーがついてます。なので、風切り音防止という形になるので、ウィンドガードになってるんですよね。で、これをスライドで入れれますといった形ですね。はい。で、こんな感じで撮れますと。で、水中にね、入るときはこれを使ってあげれば、はい、これでね、防水性能になるので、これを使っていただきたいんですけど、このね、ウィンドガードと、今回から新しいこの新機能のこのマイクのね、オーディオ設定に音声強調っていうのがあるんですよ。こっちの Ace Pro 1は方向性強調っていうのはあるんだけど、はい、この音声強調っていうのが今回あるんですよね。このね、音声がマジでめちゃくちゃいいんですよね。ちょっとこれね、聞き比べてみましょうか、ここで。はい、今ですね、こっちの Ace Pro 1の方でね、音声を収録しております。今、音声方向性強調
調で僕の方に、強調ねしているといった形です。はい。で、こっちが AS Pro 2のね、音声強調の方にね、なっております。音声の方はいかがでしょうか？めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、音声。てかね、なんか音声だけを強調してるので、反響とかもあんまりないと思うんですよ。どうですかね？全然違うんじゃないかなというふうに思います。はい。という感じで、両方と綺麗なんだけど、この AS Pro 2のね、方の音声強調結構エグいじゃないですか。で、これがですね、外で撮るともっとやばいんで、一回聞いてみてください。はい。というわけでですね、今ですね、8K の画質で撮影をしておりまして、音声のね、収録モードを、音声強調をやっております。なので、僕のね、声がだいぶと強調されてると思うし、今ね、このマイクがね、あるので、かなりね、音声自体は綺麗にね、撮れてるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。こんな感じで、このね、音声強調モードがめちゃくちゃいいんで、もう内蔵マイクでいいんですよ。もうこれだけで、ほんまに Vlog 解決しちゃうから、めっちゃ音声綺麗で、他のね、メーカーだったら、ピンマイクをね、つけたりとか、外部マイクをつけるっていうね、手法になると思うんですけど、AS Pro の良さは、もうこれ1個でいけちゃう。もう他のね、マイクいらないと思う。ピンマイクはピンマイクでね、遠く離れても撮れるっていうのがあるんですけど、AS Pro 2はね、近ければ近いほど綺麗っていうのがあるんやけど、でもですね、もうこれだけでめちゃくちゃ綺麗やから、すごくね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。で、逆にね、この風切り音低減モードを使ってみたんですけど、これはね、そんなめっちゃいいっていう風に感じなかったんですけど、ちょっと聞いてみてください。はい。で、そしてですね、これがね、風切り音低減モードで撮ってるので、かなりね、風めっちゃ吹いてるんですけど、だいぶとマシというかね、そこまで、風切り音がね、入って、そこまでね、風の音がね、入ってないんじゃないかなと思いますが、皆さんいかがでしょうか。はい、こんな感じで風切り音低減モードにしてても、風の音はね、結構入るし、なんなら、人の音声がね、ちっちゃくなるので、僕はもう基本的にはもう、音声強調一択でいいんじゃないかなと、僕的には思っております。で、そこに風切り音が入ってしまったら、もう編集ソフトとかで、除去してあげるとかの方がいいと思うので、音声強調モードをしてあげたらいいなというふうに思うんだけど、これね、残念なところが、ピュアビデオモードでは使えませんでした。はい。なので、そこだけマジで惜しかったな。これが、はい、ピュアビデオモードになるじゃないですか。で、これをね、音声強調オンにしようとすると、ないんですよ。なんで音声なのにわかります。処理がね、大変だと思うんですよ。ピュアビデオってね。でもね、音声やんってなっちゃう、僕的には。その、ピュアビデオモードって手ブレ補正とかね、いろいろこの映像処理っていうのがややこしくなっちゃうんで、その辺の制限はあると思うんですけど、音声強調が除去られるのは結構痛いよね、これ。これはね、ちょっとファームウェアのアップデートでマジでお願いしたいです。これ本当にもう素晴らしくていい、音声本当に素晴らしいからこそ、ピュアビデオモードでも使わせてください。マジでお願いします。はい。で、続いてがですね、写真撮影ですね。で、これはね、結構僕的にね、すごく気に入ったところなんですよ。画素数が5000万画素で、とにかくめっちゃ綺麗なんですよね。すごく綺麗で、超広角のね、カメラがあるので、なんかこう、集合写真みたいな、もうみんなでイエーイみたいなね、感じで写真を撮ると、すごくね、思い出残せます。いい感じに。で、しかもね、すごくね、僕が気に入ってるのは、シャッター音なんですよ。いきますよ。はい。こんな感じですごくね、いいので、僕はね、めっちゃ気に入ってますね。ただですね、この5000万画素で DNG、ローとか、JPEG 両方撮ると連写はできません。こんな感じで一回撮って、すぐ押しても、今保存中ってなるので、はい。これのね、速写性っていうのはそこまでないんやけど、でもですね、この解像感めちゃくちゃ綺麗やし、このシャッターも可愛いし、レスポンスね、ちょっと重い感じはあるんですけど、このシャッターボタンも結構がっつり押さないといけないので、動画だったら1回押すか、って感じでいけるんですけど、もしくはね、ここをね、押してあげても写真は撮れるんですけど、この写真撮影体験、僕はね、結構いいと思ってます。はい、というわけで、ここまでがね、僕が感じた大きなね、進化ポイントかなというふうに思っております。ここから最後にですね、まとめて、もうちょっとね、便利な機能であったりとか、僕がね、すごく AS Pro のね、いいところ、他のアクションカメラではできないところをね、ちょっとご説明していけたらなというふうに思っております。まずはですね、メガビュー、これナチュラル広角とも言うんですけど、これがね、追加されました。これによってめっちゃ広いんやけど、歪みをね、抑えたっていう形になるので、本来のね、こう、広角ってすごい歪んじゃうんですけど、これによって、だいぶとね、こう歪みを抑えつつ、撮影をね、することができますので、これはね、本当にいいですね。広範囲なんだけど歪まないっていう、このメガビューっていうのも、アップグレードポイントになっています。で、他にも音声制御とかジェスチャーがあったりしますので、このジェスチャーはもうね、これ手をね、開けてあげるだけなんですよ。はい、こうやってあげると、はい、録画が始まります。で、このまま、はい、手を
上げると取れます。レックが止まりますっていった形になるので、押さなくても取れるんですよっていうのもまずめちゃくちゃいいですよね。これはシャッターを切るっていうところでも一緒です。で、他にもここのね、音声制御をオンにしてあげると、これで日本語にしてあげると、録画開始。はい、これで録画が開始されます。このね、音声制御とこのね、ジェスチャーコントロールっていうのはめちゃくちゃね、いいところですよね。で、他にもタイムコードのね、追加ができるようになりました。これによってマルチカム撮影ですよね。メインはね、こう、しっかりとしたハンディカムとか一眼とかで撮っておいて、で、ちょっとね、バリエーションとしてこっちのね、すごく近いものの映像とかをこっちで撮っておくみたいなことをしておくと、そういった時にこう編集時にね、マルチカムエディットができたりするので、タイムコード機能があることによって、他のカメラとのもね、合わせながら撮影できるっていうところがすごくね、良くなった。この辺はね、業界の方とかがね、すごくね、恩恵を感じるポイントなのではないかなと思います。で、他にも僕がね、インスタ3603シリーズのカメラでめちゃくちゃ好きなところがですね、こういった録画をするじゃないですか。で、これいらんなみたいな、このクリップ結構あんま使わんなみたいな時に、このね、録画を長押ししてあげると、このね、キャンセルできるんですよね。なので、今撮ってたやつは録画されないみたいな、こういったこともできたりするので、これがね、超いいんですよね。で、他にもレックします。で、ここを押してあげると、一時停止できるんですよ。で、そこからさらにマスター、ここを押してあげれば再開できるので、録画をね、一時停止したりすることもできるし、そこからさらに写真をね、撮ることもできたりするみたいな形になるので、もうこのね、もう全体がめちゃくちゃ使いやすいです、本当に。録画はね、ただできるじゃなくて、やっぱりアクションってね、結構いらないシーンとかもあったりするので、そういった時にね、すごくね、いいかなというふうに思ったりしますね。で、他にもね、ここのプリ連写っていうものがあったりするので、ボタンを押す前の何秒前から、撮影をね、することができるみたいな形になってきたりするんですよね。なのでこれによって決定的な瞬間、もう本当に狙いまくるみたいな時に録画を押してオンになる一瞬のその前に何か例えば成功してしまうみたいな、例えばバク転バクシュみたいな感じとか成功してしまうみたいな時に、もうちょい早くロックできてたらなみたいな時にこれをね使ってあげることによって、そのね開始の何秒前から動画を保存してくれたりする、このプリ録画っていうのがあったりするので、決定的な瞬間を残したいみたいな、そういった時にはこういったものもねオンにしておくとすごくねいいんじゃないかなというふうに思ったりもしております。はい、というわけでですね、もうだいぶ終盤に入りました。最後にですね、付属のねアクセサリー類をね見ていけたらなというふうに思います。付属のねアクセサリーはこんな感じかな。このレンズガード、ウィンドガードで、バッテリーですね、内蔵のバッテリーとこのね標準のマウントと、あとねこのマイクキャップですね、水中撮影に使えるマイクキャップでございますと。でこのねインスタ3603はね、こんな感じでこんな感じでつけて、ここにね、グリグリして、マウントさせると。で、撮るときはこんな感じでね、つまんで撮るといった形になっています。これらがついていますと。で、その他追加アクセサリーとして、このようなね、三脚がございます。これ PGY-TECH さんとのね、コラボレーション三脚になるものなんですけど、こんな感じで立っていって、つけることもできるし、あとこれ自体もね、追加でつけてあげることによって、これをね、ここにつけてあげて、で、このまま下につけてあげると。こんな感じですね。で、これをロックをね、かけることもできるので、解除して取ってあげると。そうするとね、すごく扱いやすいですよね。で、これ自体はね、こんな感じで、伸ばして、三脚とか、自撮り棒とかとしてもね、使うこともできるし、このままね、これをカチッとつけてあげれば、こんな感じで自撮りスティックという風にもなったりする。で、さらにね、これがね、独立して立つようになってますので、こういう風に、立たして撮影をねすることができるといった形になりますので、結構ですねこのね、三脚は使い勝手がねすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。で他にもねこういった万能フレームもございまして、こういったものをつけてあげると、こんな感じで取り付けてあげると、結構ねいろんなここにねマイクシーをね取り付けることができたりとか、このね縦側にねつけることもできますので、縦のね撮影に対応するようになったりとかで、このままね横向きに、つけてあげれば横のね撮影もできるようになったりしますので、なのでこのねフレームはねすごくいいかなと思いますね。めっちゃクオリティもいいし、このサイドにもねシューがあるのでマイクをつけたりできますよね。であとは一応ね潜水ケースがあったりとか ND フィルターセットもあったりしますので、よりねモーションブラーとか、動画のね撮影をしっかりとね表現したい方にはそういったものもあるといった形ですね。で大事なこと忘れてた、今回この ACE Pro 1と2と両方ともですねバッテリー一緒です。同じバッテリーをね採用しておりますので、特にねバッテリーをね買い替えないといけない、そんなことはねないので、皆さんご安心してバッテリーのね運用もしていただければいいかなというふうに思います。ただ1個だけこのねアクセサリー類のもう本当にねなんでやねんっていうところが1個ありまして、このねインスタ3603この Go3S ですよ。
この GO シリーズあるんですけど、これとね、互換性がないんですよね。これなんで本当に。この GO シリーズっていうのは、このね、はい、これ自体は一緒なんですよ。しっかりとこのアタッチメントのこんな感じでね、付けれるっていうのは一緒なんやけど、めっちゃ便利やん、これも。めっちゃ便利よ、これ。で、こっちもね、めっちゃ便利やねん。これもめっちゃ便利やねんけど、大きさちゃうくて、付けれないんですよ、2つを。はい。これがね、なんでこんな仕様になった？これさ、両方とも統一してくれたら、もう全部をさ、まとめて同じさ、アタッチメントで統一できるのに、全然違うんですよね。これ、互換性がないと。これがね、非常に残念かな。はい、というわけでね、アクセサリーバッテリー類をね、見てきましたが、最後にね、ちょっと僕なりにね、あんまり気に入っていない、ちょっと注意点というか、購入される方で、ちょっとここ知っておいた方がいいかもっていうところをね、ご紹介できればなというふうに思っております。まず一つですね、このカメラね、遅延が結構多いんですよね。この GO3S っていうのはわかるんですよ。これもね、このカメラとプレビュー画面の、撮影時の遅延がちょっとあるんですよね。それは理解できます。というのも、この取り外しが可能なんですよね。なので、こっちで撮影しているものがこっちに映るのに若干ラグが生じる。これはね、仕方ないと。それはわかるんですよ。ただ、ACE Pro にもあるんですよね。これはね、様々な撮影条件によって変わってくるんですけれども、このカメラって一体型じゃないですか。なんですけど、遅延が生じます。これがね、最も遅延が生じるのが 8K です。はい。なので僕は 8K が意外と推奨じゃない、4K でいいんじゃないかっていう説につながるんですけど、はい、これ 8K 回しました。はい。どう？この遅延。こんな感じです。遅延ぐらい。こんなに結構遅延するんですよ。何フレーム？上げた。降りた。はい。もうこれぐらいね、遅延してしまうんですよね。で、これはね、8K だけじゃなくて、4K も若干あります。で、4K は24フレームから60フレームであれば、そこまで遅延はありません。ただ、ちょっとあります。で、さらに120フレームですね。ここに来ると、若干遅延が結構伸びるんですよね。はい。わかるかな？8K よりは全然マシやねんけど、でもありますよね。全然ありますよね、これ。っていう、このね、プレビュー遅延ですね。これがね、ちょっとね、いかがなものかと思いますね。ACE Pro 自体からもそうなんですけど、ボディ一体型なんだけど、プレビュー遅延が起きてしまう。これはね、ちょっと撮影時のストレスがちょっと溜まっちゃうかなと思いますね。で、あとは重複してしまうんですけど、8K ではログ撮影も HDR 撮影もできないので、ダイナミックレンジが弱いんですよ。8K っていうのは解像感がすごくいい。めちゃくちゃディティールが細かくて、めっちゃいいんやけど、ダイナミックレンジがやっぱね、広く撮れないんですよね。どうしても。ログ撮影もできないし、HDR のね、撮影ができなくなってくるので、もう明暗差がね、広いところは結構絶対 4K でね、押さえておいた方が、僕的にはね、いいんじゃないかなというふうに思っております。で、最後がですね、8ビットっていうところですね。ログ撮影と対応したし、ライカカラーもあるんだけど、まだ8ビットです。はい。全然綺麗やで。めっちゃ綺麗やねんけど、もうちょいね、こう色のグラデーションが豊かになったりとか、もうちょいね、てか今時8ビット感っていうのがね、やっぱあるので、10ビット来てもよかったんじゃないかなっていうふうには感じておりますかね。これはね、色の情報量みたいなところが8ビットしか取れないので、10ビットってなるとね、もっともっと色の情報量が多くなるので、それこそね、カラーグレーディングがもっとね、こう、豊富にできたりとか、色のね、こう、潰れるっていうことがなくなったりするので、この辺がね、もうちょっとね、改善されてると、すごく良かったかなというふうには思っております。はい、というわけで皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？このね、ACE Pro 2と ACE Pro についてご紹介をさせていただきました。めちゃくちゃね、画質もすごくいいと思いますし、いろんな制約があったりとか、ログ撮影ちょっとノイズ出るよとか、プレビューの遅延があるよとか、それなりにね、気になるところはあるとは思うんですけど、ただそれをね、覆すほどのマイクのオーディオ品質であったりとか、本当に綺麗なね、夜のこう、高感度性能っていうところはね、本当にね、他のね、他社ではね、真似できないような素晴らしい、ね、質感になってるんじゃないかなというふうに思います。そんなね、この ACE Pro 2のね、日本国内での価格に関しては、64,800円とのことです。はい。なので、64,800円で、一旦ね、この一式を購入することができますと。で、さらに、デュアルバッテリー版、バッテリーがね、2つあるタイプのものであれば、67,800円という風になっていますので、安くはない、全然安くはないんだけど、超高いわけでもないかなっていう感じが僕的にはしています。もうちょっとね、安かったらね、もちろん嬉しかったなというふうに思うんだけど、アクションカメラの中でも結構ハイスペックなカメラかなというふうには感じておりますので、価格の価値はもちろんあるとは思うし、割と納得のね、価格ではあるんだけど、それでもね、安くはない価格にはなっていますので、このね、アクションカメラだけじゃなくて、他のね、アクションカメラとも比較をしながら、皆さんがね、購入したアクションカメラ選びの参考になれていたらすごくね、嬉しいなというふうに思っております。で、インスタ360さんはね、こういった GO3S っていうね、他のアクションカメラとかも開発していたりしますし、あとは X4 とかね、僕たくさんレビューをしていますので、こういったね、他のインスタ360さんのレビュー動画もね、ぜひチェックしていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。
。そして今回ね、僕がログ撮影をしていた映像のようなね、綺麗な映像編集をね、行いたい方は僕のね、AIM パワーグレードパックをね、ぜひチェックしてみてください。これを使えば、どんな方でもね、手軽に簡単にめちゃくちゃ高品質な色味をね、サクッとね、作ることがね、できるようになっておりますし、購入をね、していただくと、使用方法のね、解説動画っていうものをね、使用できるようになっておりますので、一つ一つね、分かりやすく解説しているので、安心してね、使用していただけるかなというふうに思っております。ということで皆さん、今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良かったよ、役に立ったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。